次世代のワンオフ機。ストライクノワール、ブルデュエル、ベルデバスター。ストライクノワール、ブルデュエル、ベルデバスターは、2006年のアニメーション作品、機動戦士ガンダムシード、コズミックイラ73、スターゲイザーに登場した機体です。戦闘部隊、ファントムペインのモビルスーツ小隊として、ストライクノワールには、スウェン・カルバイアン、ブルデュエルにはミューディ・ホルクロフト、ベルデバスターにはシャムス・コーザが登場して戦いを繰り広げました。今回はそんな3機と機動戦士ガンダムシード、コズミックイラ73、スターゲイザーについて解説させていただきます。スウェン・カルバヤン、ストライクノワール、出る。機動戦士ガンダムシードデスティニーの世界であるコズミックイラ73、かつて農業用プラントだった頃にユニウス7が突如地球に向かって動き出しました。これは地球に住むナチュラルは殲滅すべきという過激思想を持つ一部のコーディネーターの仕業でしたが、結果的にザフト軍はユニウス7の落下を阻止することができず、その破片が地球への壊滅的な被害を与えました。こうして地球では反コーディネーター感情が高まり、コーディネーター側も地球の各所でテロを行うようになったので、連合軍はこれを鎮圧するべくモビルスーツ部隊を投入していくのでした。そんな中、混乱に乗じて地球連合軍の新型駆動コンピューター開発基地が襲撃されるという事件が起きます。そこで地球連合軍の中枢をコントロールする秘密結社ロゴス直属の部隊ファントムペインに所属するホアキン隊がストライクノワール、ブルデュエル、ベルデバスターを派遣するのでした。ストライクノワール、ブルデュエル、ベルデバスターはそれぞれアクタイオンプロジェクトで生産された機体です。機動戦士ガンダムシードの最終戦である第2次ヤキンドゥエ攻防戦の後に核動力搭載モビルスーツの開発禁止やモビルスーツ保有数の上限などを設けるユニウス条約が締結されたので、ファントムペインはそれを踏まえて第1期 GATX シリーズをパイロットに合わせたワンオフ機として強化した機体を作り出しました。これが新モビルスーツ開発計画アクタイオンプロジェクトとなります。この計画によって開発された機体はストライクをベースに開発されたストライク E、デュエルをベースに開発されたブルデュエル、バスターをベースに開発されたベルデバスター、ブリッツをベースに開発されたメロブリッツ、イージスをベースに開発されたロッソイージスとなります。まず GATX105E ストライクノワールはストライク E にノワールストライカーを装着した機体です。スウェンはもともとストライク E IWSP 装備に登場していましたが、 IWSP は数々の欠点を抱えていたため、これを改良したノワールストライカーが開発されました。これを標準装備した機体がストライクノワールとなります。ノワールストライカーは複数の武装と大型ウィングで構成された大型ユニットであり、機体の運動性能が高く保たれるよう設計されているので、可変翼によりモビルスーツの姿勢制御や大気圏内での飛行が可能です。なお書籍機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーコンプリートガイドでは、ノワールストライカーにはスラスターが搭載されていないという設定で、機動戦士ガンダムシードデスティニーアストレイブルーではスラスターが搭載されており、書籍モビルスーツバイブル98では記載自体されていないという、書籍によって設定が異なっているようです。ストライクノワールにはフェイズシフト走行を改良し、装備や状況によってエネルギー配分を調節可能にしたバリアブルフェイズシフト走行が採用されており、さらに出力増強ユニットパワーエクステンダーが搭載されたので強固な防御力を誇り、シールドが装備されていません。また基本的には運動性能を生かした近接戦闘を得意とします。武装としてはまず頭部にトーデスシュレッケンを装備しており、対人相当が意識されています。腕部と脚部、そしてノワールストライカーにはアンカーランチャーを内蔵しています。劇中では100トン近い爆雨を捕まえて振り回したり、建物に打ち込んで変則的な動きを見せています。射撃兵装としてはまず高エネルギービームライフルを持ちます。重心下部には打ち切り式のグレネードランチャーを備えています。劇中では装備しているシーンはあるものの、使用している描写は見られなかった兵装です。腰部サイドアーマーにはビームライフルショーティーを装備しています。ストライクノワールは近接戦闘が重視されているので、そのコンセプトに合わせて操作性を向上した武装となります。威力はビームライフルに引けを取りませんが、重身長を短縮した分、通常のビームライフルよりも有効射程が 15% ほど低下しています。
ノワールストライカーには2連装リニアガンを装備しています。通常はウィングに収納されており、使用時に展開します。エグザスなどに搭載されたレールガンを改良した兵装ですが、劇中では使用している描写はありませんでした。近接兵装としては、ノワールストライカーに搭載された大型対艦とフラガラッハ3ビームブレイドを使用します。高い威力を誇り、近接戦闘の切り札ともいえる兵装で、劇中では高速で移動する爆風の進路に突き立てて自滅させるというトリッキーな仕様も見られました。ストライクノワールは近接戦闘を主眼とした機動戦闘を得意とする機体なだけに、格闘戦や砲撃戦には不利なので、ブルデュエルとベルデバスターを両機として同時運用することが想定されました。まず GATX1022 ブルデュエルは近接白兵戦に特化した機体として開発されています。最大の特徴として、デュエルの火力強化装甲アサルトシュラウドを強化した複合増加兵装フォルテストラを装備しています。一見アサルトシュラウドと似ていますが、増加装甲のアサルトシュラウドと異なり、フォルテストラはモビルスーツと一体化しているので、バリアブルフェイズシフト装甲が適用可能です。その結果、防御力が上がった上に、デュエルガンダムアサルトシュラウドよりも20トン近く軽量になりました。武装としては、東部バルカン砲のほか、小型ビーム火器リトラクタブルビームガンを両前腕部に装備しています。また、右肩の対ビームシールド裏側に、デュエル同様の機動レールガンを装備しています。さらに、左肩アーマー内には、ロケット手裏剣、スティレット投光分身対装甲貫入弾を3機装備します。近接兵装としては、脚部側面にビームサーベルが装備されています。次に GATX103AP ベルデバスターです。ストライクノワールやブルデュエルの後方支援を行うべく、バスターを強化改造して開発されました。バリアブルフェイズシフト装甲やパワーエクステンダーを搭載しているので、バスターよりも対弾性や火力が向上しています。また、バスターは遠距離砲撃に特化していた分、近接戦闘で危機に陥りやすいという欠点があったため、ベルデバスターは近接戦闘にも対応できるように開発されました。そのため、まず頭部はセンサーを保護するため開閉式フェイスガードが追加されています。また、左右腰部に射撃近接格闘両用多目的兵装複合バイオネット装備型ビームライフルが搭載されました。バイオネットとして近接戦闘も可能なほか、2艇を連結して大出力2連装ランチャーにもなります。両肩部にはバスターと同様の武装であるガンランチャーと高エネルギービーム砲、そして両肩に6連装ミサイルポッドが搭載されています。なお、バスターの役割は後方支援だからか、劇中では近接戦闘は見られませんでした。ちなみに機動性は悪くないものの、飛行能力は持たないので、遠距離移動の際は航空機で搬送される様子が描かれています。劇中ではストライクノワール、ブルデュエル、ベルデバスターの3機はヒルニスプラントを襲撃したザフト軍の鎮圧する活躍を見せます。その後はベルリンへのデストロイ護送任務で迫り来るザフトのモビルスーツ部隊に奮戦します。しかしブルデュエルは背後から爆風の奇襲を受けてビームサーベルで右腕などを切断された上、左足を撃ち抜かれて行動不能となり、そのまま3機のケルベロス爆風ハウンドのビームファングでコックピットをめった刺しにされて大破。パイロットのミューディーは戦死しました。なお、まるで獲物に群がるハイエナのようなこの光景はかなりおぞましく、視聴者にトラウマを植え付けるワンシーンとして語り継がれるようになりました。その後、DSSD の宇宙探査用モビルスーツスターゲイザーの無人操縦用 AI を奪取すべく、スウェンとシャムスはトロヤステーションへ進行します。多数のシビリアンアストレイを撃破していきますが、シャムスはミューディーの敵を撃つべく帰還命令も無視して憎しみに身を任せていたため、エネルギー切れでフェーズシフトダウンを起こし、シビリアンアストレイの集中砲火で撃破されて戦死しました。一方、スウェンは有人仕様に換装したスターゲイザーと交戦し、圧倒的な強さを見せつけていたものの、スターゲイザーが発動したボアチュール・リュミエールの前に危機に瀕します。その後、ボアチュール・リュミエールのパワーダウンによって再び優勢になりますが、DSSD の基地の推進ビームを受けたスターゲイザーの爆発的な加速によってそのまま近政権まで突破されました。目が覚めたスウェンとスターゲイザーに登場していたセレーネは共に地球圏へ帰るため、ストライクノワールの残存エネルギーをスターゲイザーに与え、
機体内の酸素を節約するため注射を打ってコールドスリープになり眠りにつくのでした。なお OVA では酸素が尽きるのが先かそれとも地球へ帰還できるのか生死が分からずに終わりを告げた本作ですが、漫画版では無事に帰還し、セレーネはスヴェンを BSSD の一員に勧誘して共に星を見るという夢を追い求めていくことになります。余談ですが、機動戦士ガンダムシードシリーズには木星を訪れたジョージ・グレンが持ち帰った宇宙クジラの化石というものが存在します。これは特に物語につながりがないことから時にネットなどでは未回収の伏線とも言われます。しかし機動戦士ガンダムシードの福田監督がブルーレイ特典映像で語っている内容によると、この話は本筋とは関係なくコズミックイラのバックボーンを描くために導入しただけの小話と明言されています。しかしスターゲイザーの物語の後でスウェンやセレーネが宇宙の調査を引き続き行っていくことを考えれば、もしかしたら劇場版や外伝などで本筋に絡まないとしても何かしらの小話が出てくる可能性はあるのかもしれません。星か。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。